一本の藁。楠山正夫。昔、大和の国に貧乏な若者がありました。一りぼっちで、二親も妻も子供もない上に、使ってくれる主人もまだありませんでした。若者はだんだん心細くなったものですから、これは観音様にお願いをするほかはないと思って、長谷寺という大きなお寺のお堂におこもりをしました。こうしておりましては、このままあなたのお前で、割礼死にに死んでしまうかもしれません。あなたのお力でどうにかなるものでしたら、どうぞ夢ででもお教えくださいまし。その夢を見ないうちは死ぬまでここにこうしておこもりをしておりますから。こう言ってその男は観音様の前に突っ伏しました。それなり幾日経っても動こうとはしませんでした。するとお寺の坊さんがそれを見て、あの若者は毎日突っ伏したきり、物も食べずにいる様子だが、あのまま置いて、割礼死にに死なれでもしたら、お寺の汚れになる、と、ぶつぶつ小言を言いながら、そばへ寄ってきて、お前は誰に使われているものだ？一体どこで物を食べるのか？と聞きました。若者はとろんとした目を少し開けて、私のような運の悪いものは使ってくれる人もありません。ご覧の通り、もう幾日も何も食べません。せめて観音様におすがり申して、生きるとも死ぬとも、この体をどうにでもしていただこうと思うのです。と言いました。坊さんたちはそこで相談して、困ったもんだな。売っちゃっておくわけにもいかない。仮にも観音様にお願い申しているというのだから、せめて食べ物だけはやることにしよう。と言って、みんなで代わる代わる食べ物を持って行ってやりました。若者はそれをもらって食べながら、とうとう21日の間、同じところに突っ伏したまま、一生懸命お祈りをしていました。いよいよ21日のおこもりを済ませた明け方に、若者はうとうとしながら夢を見ました。それは観音様の祀られているお帳の中から一人のおじいさんが出てきて、お前がこの世で運の悪いのは、みんな前の世で悪いことをした報いなのだ。それを思わないで観音様に愚痴を言うのは間違っている。けれども観音様はかわいそうにおぼしめして、少しのことならしてやろうとおっしゃるのだ。それでとにかく早くここを出ていくがいい。ここを出たら一番先に手に触ったものを拾って、それはどんなにつまらないものでも大事に持っているのだ。そうすると今に運が開けてくる。さあ、それでは早く出ていくがいい。と追い立てるように言われたと思うと、ふと目を覚ましました。若者はのそのそ起き上がって、いつもの通り坊さんのところへ行って食べ物をもらって食べると、すぐにお寺を出て行きました。するとお寺の大門をまたぐ拍子に、若者はひょいっとけつまずいて前へのめりました。そして転んだはずみに見ると、道の上に落ちていた一本の藁を思わず手に掴んでいました。若者は、なんだ藁か、と言ってつい捨てようとしましたが、さっきの夢に、手に触ったものは何でも大事に持っておれ。
と言われたことを思い出して、これも観音様のお授け物かもしれないと思って、手の中でおもちゃにしながら持っていきました。しばらく行くと、どこからかアブが一匹飛んできて、ブンブンうるさく顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折って、払いのけ払いのけして歩いていましたが、アブはやはりどこまでもブン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 うるさくつきまとってきました。若者は我慢ができなくなって、とうとうアブを捕まえて、さっきの藁でお腹を縛って、木の枝の先へくくりつけて持っていきました。アブはもう逃げることができなくなって、羽ばかり相変わらずブンブンやっていました。すると向こうから身分のあるらしい様子をした女の人が牛車に乗って長谷寺へお参りにやってきました。その車には小さな男の子が乗っていました。男の子は車の御簾を肩に担いで退屈そうにキョロキョロ外の景色を眺めていました。すると若者が木の枝の先にブンブンいうものをつけて持ってくるのを見て欲しくなりました。そこで男の子は、あれをくれよ、あれをくれよ、と馬に乗ってお供についている侍に言いました。侍は若者に向かって、若様がそのブンブンいうものを欲しいとおっしゃるから、気の毒だが差し上げてくれないかと頼みました。若者は、これはせっかく仏様からいただいたものですが、そんなに欲しいとおっしゃるなら、おあげ申しましょう。と言って、素直にアブのついた枝を渡しました。車の中の女の人はそれを見て、まあ、それはお気の毒ですね。では、その代わりに、これをあげましょう。喉が渇いたでしょ。お上がりと言って、あげておくれ。と言って、大きないい匂いのするみかんを3つ、立派な紙に乗せて、お供の侍に渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、一本の藁が大きなみかん3つになった。と喜びながら、それを木の枝に結びつけて、肩に担いでいきました。すると、また向こうから一つ、女車が来ました。今度は前よりも一層身分の高い人がお忍びでお参りに来たものと見えて、大勢の侍や召使いの女などがお供についていました。すると、そのお供の女の一人がすっかり歩きくたびれて、もう一足も歩けません。喉が渇く。水が飲みたい。と言いながら真っ青な顔をして往来に倒れかかりました。侍たちはびっくりして、どこかに水はないかと慌てて探し回りましたが、そこらには井戸もなし、流れもありませんでした。そこへ若者がのそのそ通りかかりますと、みんなは、もしもしお前さん、この近所に水の出るところを知りませんかと尋ねました。若者は、そうですね。まあ、この辺、5丁のうちには、清水の湧いているところはないでしょうが、一体どうなさったのですと聞きました。ほら、あの通り歩きくたびれて、暑さに当たって、水を欲しがって、死にそうになっている人があるのです。おやおや、それはお気の毒ですね。では、
差し当たり、これでも召し上がってはいかがでしょう。若者はそう言って、みかんを3つとも出してやりました。みんなは大層喜んで、早速みかんを剥いて、病人の女にその汁を吸わせました。すると女はやっと元気がついて、まあ、私はどうしたというのでしょう。と言いながら、そこらを見回しました。みんなは水がなくって困っていたところへ、往来の男がみかんをくれたので助かったことを話しますと、女は喜んで、もしこの人がいなかったら、私はこの野原の上で死んでしまうところでしたね。と言って、真っ白な上等な布を3反出して、どんなお礼でもしてあげたいところだけれど、途中でどうすることもできないから、ほんの印に差し上げます。と言って渡しました。若者はそれをもらって、おやおや、みかん3つが布3反になった、と、ほくほくしながら布を小脇に抱えて、また歩いていきました。そのあくる日、若者はまた昨日のようにあてもなく歩いていきました。するとお昼近くになって向こうから大層立派ないい馬に乗った人が2、3人のお供を連れて得意らしくポカポカやってきました。若者はその馬を見ると、いやーいい馬だな。ああいうのが千両馬というのだろう。と思わず独り言を言いながら馬を眺めていました。すると馬は若者の前まで来て不意にばったり倒れてそのままそこで死んでしまいました。乗っている主人もお供の家来たちも真っ青になりました。馬の蔵を外して水を飲ませたり撫でさすったりいろいろにいたわっていましたが、馬はどうしても生き返りませんでした。乗り手はがっかりして泣き出しそうな顔をしながら、近所の百姓馬を借りて、それに乗ってしおしおと帰っていきました。その後から家来たちが馬の蔵や靴輪を外してついていきました。けれど、いくらいい馬でも死んだ馬を担いでいくことはできないので、それには下男を一人後に残して、死んだ馬の始末をさせることになりました。さっきからこの様子を見ていた若者は、昨日は一本の藁がみかん三つになり、三つのみかんが布三反になった。今度は三反の布が馬一匹になるかもしれない、と思いながら下男のそばに近づいて、もしもし、その馬はどうしたのです？大層立派ないい馬ではありませんか、と言いました。下男は、ええ、これは大金を出して、はるばる陸奥の国から取り寄せた馬で、これまでもいろんな人が欲しがって、いくらでも金は出すから譲ってくれないかとずいぶんうるさく申し込んできたものですが、殿様が惜しがって手放そうともなさらなかったのです。それがひょんなことで死んでしまって元も子もありません。まあ川でもはいで私がもらって売ろうかと思うのですが、旅の途中ではそれもできないし、そうかといってこのまま往来に捨てておくこともできないので、どうしたものか困っているところです。と言いました。若者は、それはお気の毒ですね。では、馬は私が引き受けて、何とか始末してあげますから、私に譲ってくださいませんか。
その代わりにこれをあげましょう。と言って白い布を一反出しました。下男は死んだ馬が布一反になればとんだ儲けものだと思って早速馬と取り替えっこをしました。その上、もしか若者の気が変わって馬の死骸なんぞと取り替えては損だと考えて布を取り返しにでも来ると大変だと思って後をも見返らずにさっさとかけて行ってしまいました。若者は下男の姿が遠くに見えなくなるまで見送りました。それからそこの清水で手を洗い清めて長谷寺の観音様の方に向いて手を合わせながら、どうぞこの馬を元の通りに生かしてくださいまし、と目をつぶって一生懸命にお祈りをしました。そうすると死んでいた馬がふと目を開いて、やがてむくむく起き上がろうとしました。若者は大層喜んで、早速馬の体に手をかけて起こしてやりました。それから水を飲ませたり食べ物をやったりするうちにすっかり元気がついてシャンシャン歩き出しました。若者は近所で布一反の代わりに手綱と靴輪を買って馬につけますと、早速それに乗ってまたずんずん歩いていきました。その晩は宇治の近くで日が暮れました。若者は夕べのようにまた布一反を出して一軒の家に泊めてもらいました。その明くる朝早くから若者はまた馬に乗ってポカポカ出かけました。もう間もなく京都の町に近い鳥羽というところまで来かかりますと、一軒の家でどこかうち中よそへ旅にでも立つ様子でガヤガヤ騒いでおりました。若者はふと考えました。この馬をうかうか京都まで引っ張って行って、もし知っている者にでもあって、盗んできたなぞと疑われでもしたら、とんだ迷惑な目に遭わなければならない。ちょうどこのうちの人たちはよそへ行くところらしいから、きっと馬が入り用だろう。ここらで売っていく方が安心だ。こう思って若者は、もしもし、安くしておきますから、この馬を買ってくださいませんかと言いました。すると、そこのうちの人たちは、なるほど、それはありがたいが、安く売ると言っても、差し当たりお金がない。その代わり、他とお米を分けてあげるから、それと取り替えっこなら、馬をもらってもいい、と言いました。若者は、私は旅の者ですから、田やお米をもらっても困りますが、せっかくおっしゃることですから、取り替えっこをしましょう。と、不祥不祥に言いました。そうですか。では、馬を拝見しよう。どれどれと、向こうの男は言いながら、馬に乗ってみて、どうもこれは素晴らしい馬だ。取り替えっこをしても決して惜しくはない。と言って、近くにある稲田を3丁とお米を少しくれました。そして、ついでにこの家もお前さんに預けるから遠慮なく住まってください。私たちは当分遠方へ行って暮らさなければなりません。まあ寿命があってまた帰ってくることがあったらその時返してもらえばいい。また向こうで亡くなってしまったらそのままこの家をお前さんのものにしてください。
別に子供もないことだから、後でぐずぐず言うものは誰もないのです。と言って家まで預けて立っていきました。若者はとんだ拾い物をしたと思って言われるままにその家に住みました。たった一人の暮らしですから、当分はもらったお米で不自由なく暮らしていきました。そのうちに人を使って田を作らせて、三丁の田の半分を自分の食料に、あとの半分を人に貸して、だんだんこの土地に落ち着くようになりました。秋になって借り入れをする頃になると、人に貸した方の田は当たり前の出来でしたが、自分の分に作った方の田は大層よく実りました。それからというものは、風で塵を吹きためるように、どんどんお金がたまって、とうとう大金持ちになりました。家を預けていった人も、そのまま幾年経っても帰ってきませんでしたから、家もとうとう自分のものになりました。そのうちに若者はいいお嫁さんをもらって、子供や孫がたくさんできました。そして賑やかな面白い一生を送るようになりました。一本の藁がとうとうこれだけの福運をかき寄せてくれたのです。